背の方が結構やっぱ酸がありますね。あん肝とスイカの奈良漬けを和えたものです。しっかり濃いめの味付けでクリーミーで美味しい。じゃあボタンエビの醤油麹あれです。ボタンエビもこれ相当大きいですね。そうですね。麹のちょっと粒感がまた面白いですね、食感が。平貝の海苔醤油あれです。香りがめちゃくちゃいい。ご飯にぶっかけて食べたい。絶対うまい。ヒラメ昆布締めです。3日目なんで結構でも油があって旨味も出て白イカです。白イカやばいですね。美味しいよね。美味しい。しっかりなんていうんですか、筋肉質な弾力もしっかりあって、まあ半分ぐらいまでしか入れないっていう。マグロ屋さんがかなりプロフェッショナルなお店から。あ、そうなんですよ。こだわりがすごい強い藤田水産っていうところの、藤田さんが目利きしたマグロですね。本当にプロフェッショナルっていう言葉が似合う人だと思います。存在感がやっぱりマグロはすごいな。見た感じにもねっとりしてさ、わかりますよね。赤身です。酸の香りが立ってる。すごいよね。シャリとマグロがすごく合ってますよね。中トロです。赤身と全然違いますね。食べた後の余韻がすごいね。これセトロですか？セトロじゃなくて、これ血合いした一番味が濃いって言われてる。小肌としては結構いいサイズ感というかね。厚みがすごいですね。肉厚で結構きつく締める肌は、よくずっと噛んでるとすごいね、後からまたさらに違った味が出てくる。ホッキガイス。ほんの少しだけ湯通ししてるのね、もともと。で、1日置いて、で、提供前に炙って出すんですよ。前はさ、前来てくれた時とかは、もう提供前に炙るだけだったんですよ。ほんとさっと湯通しするだけで、白い膜ができて、その汚れも取れて。で、1日置くとやっぱ甘みとかも取れちゃう。で、最後に香ばしい香りをつけて、たまにお客さんがごまが入ってますっていう表現する方とかもいるぐらい香りがいいですよね。香ばしさがもう突き抜けてますね。いくらです。いくら。
いつもうちの海苔屋さん、うちの価格帯も見てくれて選んで持ってきてくれるんだけど、はい、これすごいの出たからちょっと味見してくださいって言われて味見したらもう値段関係ないですよもうこれでただもう手巻き専用したよね、細巻きにしちゃうとこの海苔の良さ全然出なくなっちゃうから。これどこの海苔なんですか？これね、千葉の金田っていうところの海苔なんですよ。千葉そう。エビの出汁ですかこれ？そうそう、ボタンエビさっきの。しっとり系ですね。しっとりすぎるぐらいしっとりしてる。シャクシャクっていう食感と海苔の歯切れが本当美味しい。シャリと組み合わさるとシンプルにうまい。で中落ちはもう本当に骨の近くだから味は一番濃いですよね。中落ちっていうイメージだとちょっとネギトロみたいなで軍艦でっていうイメージがあるんですけど、年に何回かしか食べれないから。幻の一貫。本当ですね。おたえびです。すごい破壊力だな、見た目からして。やっぱり生も美味しいですけど、僕個人的な意見としてはやっぱちょっと炙ったボタンって最強なんじゃないですかねこれ。こんなに酢効いてたんですか？いや、そうなんですよ。このシャリ自体にこの酸味とか塩味がある程度しっかり効いてないとお寿司として完成しないじゃないですか。はい。でもお寿司ってそのね、下が酢が効いてて上にネタにもちゃんと仕事がされてて食べた時に完成されるものだと思ってるんで、お酢は結構強めに効かせてるというか、米もねやっぱ2種類ブレンドして、もう時期によってブレンドの配合を変えたりとかで、溶く水はもう絶対1度、もう1度の冷蔵庫のところに水を入れといて1度の水温で絶対溶けるように。春夏秋水の温度が変わっちゃうじゃないですか。はいはいはい。でも同じ温度で研いでれば変化も少ないし、でもそれでもやっぱ米っていうのはブレが生じますから。で固めに炊いてね、シャリ酢に砂糖入れてないとそれが結構際立っちゃうっていうか、目立ちやすいというか分かりやすい。でもなるべくブレないように温度を一定にしたりとか、米の、ね、配合を変えたり、米もねそのタイミングによって水分量が違うのでね。いくらです。いくら。やばい。驚きの口当たり。チーズ、もうチーズ。めちゃくちゃクリーミー。いくらはなんでこんな食感になるんですか？いくらは低温で加熱してその後味噌につけてるんですよ。でもあんまりその火入れすぎると今度カチカチになっちゃうんですか？昔はもうちょい硬くしないと崩れちゃうとか思ってたら、もうちょい硬くもっとねっとりっていうかドロッという感じだったんですけど、でも最近は味追求じゃないけど、もうちょい火入れをソフトにして味噌につけるのももうちょい短くして。この濃厚な感じは、まあ、いくらの卵感と味噌でさらにそれが増幅される感じなんですね。味噌床も食べた時にチーズっぽいなと思ったから、甘みを蜂蜜でつけてるんですよ。チーズと蜂蜜ってあるじゃないですか。はいはいはい。だからその味噌の甘みは蜂蜜ですね。だからちょっと
じゃあ一応入ってるものとしてはイクラと味噌を取った蜂蜜。そうです。佐野さん、これイクラは季節でいうと大体いつ頃くらい食べれますか？今年だと8月のもう頭から始まって、結構最初から脂のあるイクラがあったんで、はい、もう8月頭から来年の1月半ばぐらいまでですか、出せるのが。やっぱ秋冬ですかね。そうですね。なんで腹と尻尾を一緒にして握るんですか？アナゴって尻尾の方が味が濃くて、お腹は脂があるって言われてるんで、どっちも楽しめるじゃないですか。脂の感じとアナゴの香りと。今の時期は軽く炙ってるんですよね。やっぱさらに香りが立つようにっていうか。炙ってたのは尻尾側だけですか？そうです。お腹の方は常温に戻す感じですね。いや、今日もめちゃくちゃ満足度が高くて、どのネタも美味しかったんですけど、今っておまかせは税込みでいくらでやってるんですか？8800円ですね。8800円でこのクオリティって結構いろんなお店食べてますけど、なんか本当に実現できるのかっていうか、経営的に大丈夫なんですかってちょっと心配なんですけど。もう経営的には一応利益も出してますし、成り立つようにはちゃんとしてますね。なんでその8800円の中でこれだけのクオリティのおまかせを実現できるんですか？一つは毎日メニューを変えてる、はい、魚ってやっぱその日によって値段変動がすごい激しいものなんで、あとはそのバランス、つまみ4種の握り9貫とか8貫とかネタにその日によって変動しますけど、はい、例えばつまみの方にエビを入れたから握りの方にエビは入れなくていいとか、あとはもう一応毎日市場に通って仲買さんとの関係を作っていくと、やっぱり仲買さんも毎日来てくれる人たちにはよくしてくれますし、あとはもう回転数ですね。多い日で1日何回転ぐらいするんですか？4ですかね。テーブル席も入れたら満席で結構人入りますよね。16人。それをね、佐野さん含めてこの人数で回されるって結構大変ですよね。結構大変ですみんな僕のわがままに頑張ってついてきてくれてるんで、ありがたいことですよ本当に。